はいどうも皆さんこんにちは。今回は大正政変についてお話ししていきます。大正時代に入ってすぐに起きたこの政変、民衆の力によって政治が変わるという大正時代らしい事件となっています。今回の動画で大正時代に始まる民衆の登場、その雰囲気を見ていきましょう。1912年、明治天皇が崩御され、大正天皇が即位されました。大正天皇は生まれた時から病気がちで、天皇となられてからも健康状態が優れず、公務や私生活に支障をきたすほどでした。ということで、元老の山縣有朋は、大正天皇を支える人物が必要だ、桂太郎を大正天皇の側近にしようと考えました。山縣有朋と桂太郎の関係は簡単に言うと上司と部下。しかしこの頃の桂太郎は力をつけ、山縣有朋の命令を聞かないようになりつつありました。なので山縣有朋は桂太郎を警戒していたのです。ということで、桂太郎を政治の世界から追い出して宮中へと追いやることは、桂太郎を政治の世界から遠ざけるし、宮中にも影響力を持てるという山縣有朋にとって一石二鳥の考えだったのです。さて、そのようにして始まった大正時代ですが、この頃の政治は敬遠時代、つまり反発勢力代表の長州出身の桂太郎と、政党勢力代表の立憲政友会総裁の西園寺金持とが交代で政権を担当している時期でした。その中でも大正時代が始まったのは第二次西園寺内閣の頃、日露戦争の後ということもあり、この頃には陸軍と海軍のどちらとも軍備拡張を要求していました。軍を強くしたい、そのためには金が必要だ、予算を回してくれというわけです。しかしお金が欲しいのは軍だけではありません。政治家は自分が関連する事業にお金を使いたいし、銀行は日露戦争の借金を返したい。それどころか実業界は事業の勃興を求め、国民は税金の軽減を望んでいるという状態でした。もうわかると思いますが、軍拡に回すお金はありません。ただでさえ日露戦争でお金を使ったばかりです。日本にそんな余裕はありませんでした。しかし軍も考えなしにお金をくれと言っているわけではありません。当時の中国では革命が起こっており、大陸が不安定な状態になっていました。これを見ていた陸軍は、このままだと朝鮮が危ない、朝鮮に新しく軍隊を置かなければと感じていたのです。この状況を見て動いたのが、宮中に押し込められている桂太郎でした。ここで終わるわけにはいかない、自ら活路を切り開かなければいけない、そう考えており、彼は諦めていなかったのです。桂太郎は当時の陸軍大臣上原優作に対して、軍拡は絶対に必要だ、政府が何と言おうと妥協してはいけないと言って焚きつけました。これを聞いた上原優作は、軍拡予算が通らないことに抗議して、なんと単独で天皇に辞表を提出したのです。少し分かりにくいので状況を説明します。日本の軍はまず大きく陸軍と海軍に分かれており、陸軍の作戦を立てるのが陸軍参謀本部、海軍の作戦を立てるのが海軍軍令部、陸軍の政治を担当するのが陸軍省、海軍の政治を担当するのが海軍省と分かれていました。そして戦っている最中に作戦をいちいち内閣で会議なんかしていたら戦況に対応できないという考えから、作戦を担当する参謀本部と軍令部は軍の作戦行動に関する事項を会議なしで天皇に直接伝える権利を持っていました。この権利を威訳上奏権と言います。しかし上原優作は陸軍大臣、本来であれば威訳上奏は行えません。つまり先ほどの辞表提出は非公式の威訳上奏だったのです。ただ辞表を提出しただけではありません。上原優作が抜けて空席となった陸軍大臣は現役の軍人であることが求められていました。ということで内閣は新しい陸軍大臣を現役の軍人から補充しようとしましたが、なんと陸軍は次の陸軍大臣の推薦を拒否したのです。こうなると内閣の空席が埋まらず、西園寺内閣は組閣失敗、なすすべもなく総辞職となります。軍が人事に反対すれば内閣が倒れる、そのようなことが浮き彫りになりました。そうなると次の内閣は軍に都合のいい内閣になるのは確実です。しかしここで予想もしていなかった勢力に遭遇します。民衆です。政治状況を見ていた民衆は、反発勢力の陸軍が西園寺内閣を無理やり倒した、これは反発勢力の横暴だと考えました。こうして怒った民衆は陸軍に反発。すでに我々は重い負担を強いられている、それなのに陸軍はまだ金を使う気か
と言って不満を爆発させていきます。そんな時に成立したのが第3次桂太郎内閣です。民衆の怒りは頂点に達しました。反発勢力の象徴のような桂太郎が政治の世界に戻ってきた、そう感じた民衆は桂内閣を倒すために動き始めます。なんで桂が宮中から出てきたんだ、宮中府中の別を乱すな、憲法を守れ、こうして閥族打破、憲政擁護という言葉をスローガンに反発勢力を倒そうという運動が始まっていきました。第一次護憲運動です。こうして桂内閣を敵とみなした人々が次第に団結していきます。憲政擁護会が設立され、第1回憲政擁護大会には立憲国民党の犬養毅と立憲政友会の尾崎幸夫も出席しました。彼らは反発の横暴によって成立した桂太郎内閣を倒そうと主張、さらに新聞記者団や商工業者なども加わって反対運動は全国に広がっていきます。これに対して桂太郎は何とか対応しようとかねてから考えていた新しい政党を組織します。立憲同志会です。伊藤博文が立憲政友会を作って基盤を持ったように、桂太郎も立憲同志会を作って基盤を持ちたかったのでしょう。しかし思ったほど人数が集まらず、桂太郎の思惑は失敗。仕方がないので衆議院を停会して反対派の切り崩しを図りましたが、これも効果はありませんでした。議会再開の日には護憲派を支持する数万の群衆が国会議事堂を取り囲みます。少し前に明治天皇が崩御され、新しい時代とともに新しい政治への期待が広まっていたこと、中国で革命が起きていたことなどが影響し、民衆の中で行動によって政治を変えようとする動きが高まってきていたのです。このような情勢に対して桂太郎は再び大正天皇を利用します。大正天皇の名前で立憲政友会総裁の西園寺金持に対して政友会員をなだめなさいと命令する詔勅を出してもらったのです。しかしこれに政友会員は激怒。それどころか政友会員をなだめることができなかった西園寺金持は天皇の命令を守れなかったことを理由に政友会総裁を退くことになりました。その後も桂内閣への激しい攻撃は続いていき、尾崎幸夫は桂太郎は天皇の陰に隠れて防御し、天皇の詔勅を弾丸に変えて狙撃していると演説。桂太郎を痛烈に批判しました。追い詰められた桂太郎は最後の手段として衆議院解散を決意。しかしそれを聞いた衆議院議長が、今解散したら民衆の暴動が内乱に発展する、解散ではなく辞職すべきだと勧告。ついに桂太郎は総辞職を決意して議会を3日間停会しました。しかし事情を知らない民衆は停会に激怒。警察官と衝突し、警察署や桂内閣を支持している新聞社を焼き討ちにするなど大きな騒動となりました。結局軍隊が出動して鎮圧されたものの、このような都市部における民衆の暴動はこれ以降も起きていきます。結局桂内閣はこのような経緯でわずか53日間で総辞職。民衆の力は政党の力と相まってついに反発政権を倒すまでに至ったのです。これが大正政変です。さて桂の次に総理大臣となったのは薩摩出身の海軍大将山本権兵衛です。このような流れの後の内閣なので、もちろんですが山本内閣は政党と協力する体制を取っていきます。立憲政友会からは原敬が内務大臣、高橋是清が大蔵大臣となっており、立憲政友会の色が強い内閣でした。ということで世論を尊重しながら政変の原因となった制度について改革を行っていきます。とにかく真っ先にするべきことは軍部大臣現役武官制を改めることでしょう。現役という決まりを変更して予備・後備の軍人でも就任できるようにしました。さらに文官任用令を改正して政党に入っている人々が高級官僚になる道を開くなど様々な改革を行っています。しかしここで問題が起きます。海軍の偉い人たちがドイツのシーメンス社、イギリスのビッカーズ社などに軍艦・兵器を注文した際に多額の賄賂を受け取っていたことが発覚したのです。山本権兵衛は海軍出身。この汚職事件が原因で世論の激しい非難を浴びます。国民としては国民の税金を使って軍艦や巡洋艦を発注しているんだろうが、その際に発注先から裏金を受け取っているとは許せないという気持ちだったでしょう。こうして民衆の怒りは海軍の綱紀粛正をスローガンに一気に拡大し、再び内閣打倒を叫ぶ群衆が国会議事堂を取り巻きました。この騒ぎを見た貴族院により山本内閣は総辞職に追い込まれてしまったのです。
山本内閣の退陣後、元老たちは困ってしまいます。政友会が与党の山本内閣が倒れた以上、次は政友会と反対の立場に立つ者が与党となるべきとなると、名前が挙がってくるのが桂太郎の置き土産である立憲同志会です。しかし桂太郎は大正政変の後、失意のうちに病死していたため、この頃の立憲同志会は加藤高明が率いていました。しかし内閣が相次いで民衆によって倒されているというこの難局に対処するには、加藤高明にとっては荷が重すぎます。ということで名前が挙がってきたのが、すでに政治の世界から引退していた大隈重信でした。大隈重信は庶民的な性格や自由民権運動以来の政治的経歴によって国民からの人気が絶大でした。しかも立憲政友会は元をたどれば自由党、その自由党に対抗する政党を育ててきた大隈重信をここで政友会にぶつけるというのは有効な手段のように感じました。こうして元老は政友会打破、軍拡問題の解決、民衆運動沈静化、政治の安定化、この4つを大隈重信に託すのです。さていかがだったでしょうか。こうして成立した第2次大隈内閣ですが、大隈が総理大臣になったからといって日本の財政難が解決されるわけではありません。依然として各方面から予算を出してほしいとお願いされました。しかしこの難局を乗り切ることができるチャンスが訪れます。第一次世界大戦です。もしもこれに参戦すれば戦争だからという理由で軍備拡張についての大義名分が立つ。さらに同じ理由で減税廃税は中止できます。しかも主戦場は日本から遠いヨーロッパ。仮に日本が参戦したとしても莫大な負担を負うことはないという状況です。日本にとって第一次世界大戦は天からの助けのように思われたのです。ということで次の動画では第一次世界大戦についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。